こんにちは、七助です。梅雨明けの暑さ、ひとしおでございます。今回は高円寺に引き続き、阿佐ヶ谷を散歩していきます。今回もあの案内人と待ち合わせしているので、合流していきましょう。阿佐ヶ谷という地名は南北朝時代から存在していました。南北朝時代に朝ヶ谷殿という土豪が存在し、その頃から一帯は阿佐ヶ谷と呼ばれていたそうです。また、関東大震災をきっかけとした人口流入によって、この辺りには多くの小説家や詩人たちが移住しました。井伏鱒二を中心とした阿佐ヶ谷文士村という文豪たちのサークルが存在し、月に一度将棋を指したり酒を酌み交わしたそうです。皆さん、この釣り堀に見覚えはありませんか？中野散歩でブロック塀の解説をした際に訪れた釣り堀です。創業大正13年、100年の歴史を持つ釣り堀、鈴木園です。運が良ければ1万円を超える高級金魚が釣れることもあるそうです。釣り堀で魚を釣るには場所取りが要になると神田の狂犬龍ちゃんが語っていましたが、私に詳しいことはわかりません。この釣り堀で数々の女たちの恋愛相談を聞いてきました。おしゃれなカフェもいいですが、たまには釣り堀で恋の話に密かな一花を咲かすのも悪くありませんよ。700メートル続くアーケード街、阿佐ヶ谷パールセンターです。ここには1932年に原型となる大型商店街ができましたが、太平洋戦争の影響や強制疎開により一度は更地になりました。戦後再びパールセンターの前身にあたる阿佐ヶ谷南本通商店会が発足しています。そして1960年にこの商店街の愛称の公募が行われます。各店舗がパールのように輝き、首飾りのように商店同士が協力し、結び合い繁栄するという願いを込めてパールセンターの名が付きました。ちなみにこの愛称公募の当選商品はルノーの小型車だったらしく、それは多数の応募が集まったそうです。また当時客数の増加を狙って行われた阿佐ヶ谷七夕祭りが今も毎年続いています。毎年50万人が訪れる都内でも有数の夏祭りです。大和心を発見しました。ここで私が綿あめを作る様子をしばしお楽しみください。虫歯殺しの綿あめですが、綿あめ製造機を発明したのは歯医者です。とんでもないですね。また、綿あめの発祥は日本ではなくアメリカのテネシー州です。綿あめが日本で広まったのは明治後半から大正時代頃です。セントルイス世界博覧会をきっかけに全国でヒット商品となりました。阿佐ヶ谷駅から高架に沿って西に伸びるスターロード商店会は、居酒屋やバー、喫茶店などのグルメスポットが集まった飲み屋街です。この辺りには漫画家やミュージシャンなどのアーティストや芸能人御用達のお店が多いそうです。北口アーケード商店街は阿佐ヶ谷の商店街の中でも特に昭和の風情を醸し出している商店街です。古い中にも新しさを見つけ出せるエリアでもあり、散策におすすめできます。それでは茶をしばいていきましょう。阿佐ヶ谷といえば祇園ですね。40年以上の歴史を持つ老舗喫茶店です。眺めるだけでワクワクするメニュー表ですね。
愛の伝わる手作り感がグッドです。ミルクセーキは個人的な甘みの調節が可能です。健康を気にする方にも安心ですね。トラップでしょうか。阿佐ヶ谷にはお気に入りのラーメン屋さんがあります。家系ラーメンの阿佐ヶ谷です。選べるトッピング付きのレディースラーメンを注文しました。固め濃いめ多めの早死に三段活用海苔8です。海苔8のはずでしたが、集計してみたところ海苔12でした。たくさんの海苔をありがとうございます。醤油ベースが強めでバランス感が良く、最後まで飽きのこない仕上がりです。麺は本流家系を受け継ぐ店だけが認められる堺製麺を使用しているそうですが、私に詳しいことはわかりません。ただただ美味しいです。食後にこのような状態になるまでが家系ラーメンの醍醐味と言えますね。今回最後にご紹介するのは、あの猫の恩返しの冒頭に登場するお魚クッキーのお店です。モデルとなったのは旧店舗で、現在はすぐ近くの店舗で営業されています。お魚クッキーは既存の商品ではなく、猫の恩返し登場後に森田監督へ感謝を込めて商品化されました。香ばしくしっとりとした素朴な味わいです。ちなみに映画放映後に来店したお客さんに聞いたことで、劇中にお店が登場したことを知ったそうです。最高権力と圧倒的知名度を誇るジブリだからこそできたことですね。クッキーが有名ですが、ケーキも上品な味わいで美味しいのでおすすめです。阿佐ヶ谷散歩はいかがでしたでしょうか。ポーさんは気づいたら消えていました。次回は中央線から外れてうぐいす谷を散歩していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様、くれぐれも熱中症にお気をつけください。差し支えなければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。